こんばんは。ナレーションを務めております語り手です。今回は第2部で主力として活躍できるグレンダイザーの性能を検証していきたいと思います。グレンダイザーは11段階の改造を行うことができ、強化パーツなしでも HP が1万を超え、走行も1937まで上昇するタフな機体です。射程4で移動後に使えるスクリュークラッシャーパンチや気力115のエネルギー30で使えるダブルハーケンを中心に攻撃を組み立てていきます。前半はまずグレンダイザーの短期での能力を確認したいため、コロス氏のメガ防具の舞台に挑むことにしました。当たれ！僕を甘く見るなよ。たとえ我が命尽きるとも、スクリュークラッシャーパンチ！強すぎる。やってやる。当たるものか。危ない。今度はこちらから行くぞ。スクリュークラッシャーパンチ！うわー、パワーが違いすぎる。強すぎる。ショルダーブーメラン！うわー、やられた。行くぜ！よし、大したことはないな。第二の故郷地球を僕は守る。ハンドビーム！久しぶりのメガ防具島田兵さんとおそらくのキース兵さんで気力を上げた後はコロス氏のもとへ突撃していきます。この程度ならスペースサンダー！そんなもんか。これでとどめです。落ちなさい。この程度のダメージ。そこ。フィード性の守護神、そんなものが通用すると思うな。これでどうだ。ダブルハーケン！意外とコロス氏の攻撃でダメージが入るので、地形効果を利用しながらもう少しデューク氏一人で応戦したいと思います。また射程1のダブルハーケンを使用するため接近した回もあり、同への思いをぶつけられずに済みそうです。頼むグレンダイザー、ダブルハーケン！スクリュークラッシャーパンチ！うわー、やられた。怠慢では落とせそうにないので、ここからデューク氏の本領を発揮してもらいましょう。落ちなさい。グレートには物足りない相手だぜ。サンダーブレイク！地球のためにダブルハーケン！
デューク氏の強みはその防御力と燃費の良い性能を生かして援護攻撃を連続できる点ですね。こちらからも行くぞ。まだです、まだ。このステージで熟練度を上げるつもりはなかったので、コロス氏には早々に撤退していただきました。ここから後半戦に向け、デューク氏とグレンダイザーの能力をフルで発揮するべく相方の改造に入っていきたいと思います。相方に選択したのが、同じく重装甲を生かし短期での敵陣突破もでき、かつ援護もできるグレートマジンガーですね。フル改造のボーナスで宇宙を S にして超合金ミュー Z を2つ装備すれば、装甲が2460の HP も1万2000近くまで上昇します。グレンダイザーも若干の修正を加え、ボーナスを宇宙に振り、宇宙合金グレンで装甲を2737、HP を1万3075まで上昇させておきました。後半戦は第2部のラストステージということで、20ターン以内に敵を全滅させなければいけないという条件のもと、3つの勢力と戦います。アベル氏にたったそれだけの数で何ができると言われたのですが、ならばこちらも戦闘開始と同時にフルスロットルでお答えしましょう。お二人には激励を2回ずつかけ、底力も発動したので、これで戦闘準備は整いました。緑の大地を容させません。グリュークラッシャーパンチ。くそ、なんてパワーだ。命を燃やす時が来た。行くぞ、グレートブーメラン。美しい自然のためにスクリュークラッシャーパンチ。これでどうだ、どうだ。レーブルハンサビハンドビーム。レーブルリサイ。装甲を重点的に強化しておいたおかげで、基本的に雑魚からのダメージを受けることはなく、また底力でクリティカルも出やすくなっていますね。さて、ボス氏の心配をよそにアインストの大群が増援で登場します。さらにギャンドラー軍も来ます。かっこ撃破だということで、まずは南に下りアインストの部隊を叩きます。グレンダイザー、まだ持ってくれ。ハンドビーム。アインストレジセイヤが早速仕掛けてきましたが、グレンダイザーの防御力を信じて反撃に出ます。守り抜いてみせる。スペースサンダー。俺は少々荒っぽいぜ。ドリルプレッシャーパンチ。命ある限り戦い抜くまでだ。思っている以上に一発が重かったので、
鉄壁をかけて接近します。これでどうだ。ダブルハーケン。まだ持ってくれ。装甲自体はそれほど高くはないのですが HP 回復を持っており、レベル61で射撃171というのはなかなか強烈な能力ですね。なおかつ性格も超強気で最大攻撃力が4700もあるので、気力が上がりきる前に落としておきたい相手です。緑の地球のためにダブルハーケン。なので周辺の敵は一切落とさずにレジセイヤ一点集中でダメージを与えていきます。緑の大地を汚させません。ダブルハーケンブレイク。ここは後のことを考えずに統率の同時攻撃とクリティカルに合わせ熱血のグレートブースターをぶち込んでおきます。こちら哲也だ。これでどうだ。グレートブースターを射出してくれ。装着完了。グレートブースター。底力と頑固一徹で装甲が3510まで上がっているので余裕かと思っていましたが、アインストレジセイヤ神経を使う相手でありました。とはいえターン数制限もあり安心している暇はなく、もう一人の厄介なお嬢さんとの戦闘に入ります。この僕を倒してから行け。自然のために、緑の地球のために。アルフィミ以上は HP11200 以下にしてこちらの被害が出る前に撤退してもらいました。厄介な2機が消えたことでここからは哲也氏とデューク氏の無双タイムに入ります。俺は少々荒っぽいぜ。アトミックパンチ。大丈夫か。今のうちに下がってくれ。まだ持ってくれ。この剣哲也を甘く見るな。グレート大砲、グレート大砲、グレート大砲。宇宙 S のグレートマジンガーに地形など関係なくグレートタイフーンで宇宙の塵にした後は弱いやっちゃな。話に並んで往生際悪いで。美しい自然のために。これでどうだ。ドリルプレッシャーパンチ。まだ負けんで。処刑の時間やで。ダ
ダメージがでかすぎるか。アインストレジセイヤとアルフィミ以上のプレッシャーが強烈だったので、正直この後の敵は全て雑魚にしか見えませんでした。死にさらせ。見殺しにはできん。美しい自然のために、緑の地球のために。やってくれたな。ドリルプレッシャーパンチ。命だけは助けてえな。お好きにはやらせるぞ。スクリュークラッシャーパンチ。追いつきました。すまへん。まだまだこのお二人のギアは上がっていきプレます。ッシャーパンチ。聞かないよ。お前たちと遊んでいる暇はない。高ダメージを受けたらスクリュークラッシャーパンチ。なめるんじゃないよ、この程度で。倒れるわけにはいかない。リオンドラシも走行が1150で、思ったほど目立った能力もないので、絶好調のお二人の餌食になってもらうしかないですね。しかしここで聞き覚えのある声で邪魔だ。少々危険な人物が一人残っていました。天空暗黒フランケン。グレンダイザー、まだ持ってくれ。第二の呼吸、地球を僕は守る。貴様の力はこんなものか。まだ持ってくれ。スクリュークラッシャーパンチ。相当イラついているようだね。切り払いをされ相当イラついているようだと言われたので、負けられない。反重力ストームと手足の同時攻撃を食らっていただきましょう。あと一歩のところで。正直何も意識していなかったガルディシですが、格闘が179で気力も142まで上がっているので、意外と高い攻撃力を持った相手でした。天空暗黒剣受けるがいい。大丈夫か。今のうちに下がってくれ。グレンダイザー、まだ持ってくれ。お返しだ。受け取ってもらおう。アトミックパンチ。少しは歯ごたえがありそうだな。ただデューク氏の援護防御というのは本当に心強いもので、ともかく隣接させていると大きなダメージが入る心配がなく戦えます。スペースサンダーブレイク。何より徹夜氏、デューク氏共に統率を覚えているので、お互いの同時攻撃でクリティカルを連発して戦えるのはかなり強かったですね。ラストは木梨を説得して、ついでに特殊スキルの頑張り屋さんも取得しておきます。評判通り、その防御力と援護能力の高さで攻守両面で活躍できる強力なグレンダイザーでした。本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。